こんにちは皆さん。私はバーラリです。オンラインでカナダの料理クラブにようこそ。日本語をまだ勉強するから時々間違いします。ごめんなさい。コミュニケーションに頑張りましょうね。前回、ビデオをカナダで作りました。家族と共に3ヶ月過ごした後に、私たちは11月に沖縄に帰りました。帰ったから嬉しいです。最近、バーラリのサンジジャーという YouTube チャンネルに新しいビデオが出ました。あのビデオに、愛とは何ですかの質問を考えました。もし見たければ、こちらにクリックしてください。前回、おいしいエネルギーボールというスナックのレシピを教えました。今日、私たちはサンドイッチのレシピを作ります。子供たちはこの簡単なレシピを作り好きです。じゃあ、始めましょう。今日、私たちはグリルチーズサンドイッチを作ります。このレシピは材料が3つだけあります。とても簡単ですね。カナダで多く子供はこのレシピが大好きです。子供頃、妹も私もこのランチが大好きでした。基本的なレシピの後にバリエーションを2つ見せますね。ピーターと私はまだこのバリエーションをランチに食べ好きです。じゃあ、料理し始めましょう。最初にパンの準備しましょう。パンの表面にバターを塗ります。普通にバターをサンドイッチの中に置きます。でもグリルチーズのためにサンドイッチの外に置きます。バターを塗った面を下にしてさらに置きます。このパンの上にチーズを乗せます。カナダでたくさんの人はクラフトのチェダーチーズを使います。でも私はクラフトのモッツァレラチーズを使い好きです。なぜなら一番おいしいと思います。チーズの上にもう一枚パンを乗せます。今、サンドイッチが閉まりました。上にバターが見えます。フライパンで焼きます。中火で両面を2分ごろ焼きます。バターを外側に塗るとパンが焼けすぎないのでおいしいサンドイッチになります。両面は茶色くなったとき、パーフェクトです。今、基本的なレシピが終わりました。今、第一バリエーションをしましょうか。メキシコにケサディーヤという食べ物があります。今日、チーズケサディーヤの作り方を教えます。材料はグリルチーズサンドイッチとルイージがあります。チーズとトルティーヤが必要です。トルティーヤを A プライスで買えます。最初に皿にトルティーヤを1枚置きます。ピザ用チーズをトルティーヤの上に振ります。他のトルティーヤを上に乗せます。今、フライパンに置きます。チーズケサディーヤのためにバターが必要ではありません。だからこのレシピは基本的なのより簡単ですよ。中火で両面を3分、4分焼けます。
トルティーヤが茶色くなったとき、焼く音が変わります。両面は茶色くなったとき、料理し終わりました。ランチのために私はケサディアを半分食べます。だから、このレシピは大人2人分です。最後のバリエーションをしましょうか。このバリエーションのレシピは基本的なのより少し複雑です。でも、まだ簡単だと思います。大人のバリエーションですね。最初に本的なグリルチーズのレシピを準備します。サンドイッチを閉める前に他の材料を入れましょうか。例えば、きのこ、炒まった玉ねぎとベーコン。他の材料が欲しいと思いますか？もちろん大丈夫です。今、サンドイッチを閉めてフライパンで焼きます。前よりもう少し材料があるから焼き時間はもう少し長くなるでしょう。チーズが溶けたならとっても美味しくなると思います。ピーターにレシピを味わってもらいましょうか。ピーター、どのレシピが一番好きなのですか？わからない。全部は美味しい。私も選べれない。終わる前に最後のおすすめがあります。カナダでたくさんの人はグリルチーズのサンドイッチをトマトスープと一緒に食べ好きです。だからグリルチーズをトマトスープと一緒に食べてみてください。多分日本人も好きです。もし最後のバリエーションを作れば、ベーコン、キノコ、玉ねぎ以外材料を入れれば教えてください。皆さんのバリエーションを聞きたいと思いますね。今度、デザートのレシピを見せます。あのレシピはカナダで生み出したし、とっても有名なレシピです。真実に、このレシピの名前はカナダの詩から取りました。このビデオを楽しんだですか？もし英語を練習したければ、英語の字幕をオンしてください。もし見続けたければ、チャンネル登録してください。見てくれてありがとう。またね。